皆さんごきげんよう、上川薫です。今回取り上げる話題は、ロシアの世界的な兵器産業のシェアが低下し続けているという話をしようと思います。まず第一に、現在ロシアはウクライナに対する侵略戦争を仕掛けているところで、多くの兵器が撃破され、他の国に売るという余裕が全くなくなっています。それに伴って、これまでロシアから兵器を買っていた国々は、各国においてこれからの行動を選択する場面にと突入しています。例えば、ロシアによる影響力が下がったなと見て、隣国のカザフスタンは戦闘機を100機以上処分し、新たな戦闘機として、フランスやスウェーデンからの戦闘機購入を検討しています。これなどは完全にロシアと決別し、兵器体系そのものを西側のものへと切り替えるというかなり大胆な決断になるかもしれません。また、同じく旧共産圏の国の一つであるベトナムも、アメリカとの関係改善に伴って、ロシア系の戦闘機について老朽化しているから次はアメリカから戦闘機を買うといった話なども持ち上がっています。こうした兵器体系そのものを、じゃあロシアとさよならして欧米系に切り替えようという動きは結構大胆な方針で、こうした政策が実施されれば、ロシアにとっては将来にわたってずっとその国はもうお客さんとはなり得ないのです。一方で、そこまで大胆な政策に踏み切れない国もたくさんあります。そのような国がどうするかといえば、それは同じロシアの兵器についてある程度熟知している国にメンテナンスやもしくは兵器の更新を手伝ってもらおうというやり方があります。そのような時に活躍するのが、もともとソ連の勢力圏下にあった東ヨーロッパや中央ヨーロッパの国々です。かつてこれらの国々は装備している兵器類は全てソ連系のもので、ソ連が崩壊した以後、ロシア系の兵器へと更新されていくわけですが、その中においてもロシアとの距離がどんどんと離れて NATO に加盟した国々が多くあります。これらの国々においては近年においても兵器体系そのものとしてはソ連の流れを組み、そしてロシアとの関係も非常に近しい兵器類といったものもたくさんあるわけです。しかし、ロシアの影響力が低下した今となっては、ロシアに入れ替わる形で顧客を獲得するチャンスが生まれました。例えばその中でチェコの企業においては、アフリカ大陸に進出して、ロシアのサポートが切れそうだといった国々に対して積極的に、これからはチェコの技術人があなたの国を支えますよといったセールスを展開しているそうです。このような兵器体系そのものを入れ替えるのが難しい国々などにおいては、このようにロシア以外の国が支えていくような動きへと発展していくことでしょう。このような動きに対してロシアは、いやいや我が国の兵器産業はこれからも順風満帆で全く問題ないといったような強がりを言っています。彼らの発言としては、例えばオイルマネーを潤沢に持っている中東の国々に対して共同開発などを持ちかけて、最新兵器などを開発生産する目処が立っているという話などをしています。しかしこれはかなり怪しい話だと私は思います。例えばステルス戦闘機の量産化計画にサウジアラビアからオイルマネーを引っ張ってきて、なんとかこれを軌道に乗せようといった話などもあるわけですが、生産するといつも言ってはいるのですが、実際に生産したという話が全く出てきません。本来であればとっくの昔に量産化はできていたはずのものが、実際には量産化できていないわけで、しかも現在では最先端の装備品類などについては輸出制限がかかっている状況で、まともに生産することができないのではないかと疑われているところです。そしてロシアが世界的に見て他の国に売るのが難しくなっているのであれば、ただ単にロシアの兵器産業の未来が暗いなといった話で話は終わるわけですが、残念ながらこの話には私たち日本にとっても関係のある国が暗躍していることを見逃してはいけません。それはロシアと兵器産業においてシェア争いをしていた国、中国の輸出促進です。欧米製の兵器は基本的に性能が高く、しかし同時に値段が高いことから多くの国々にとっては量を揃えることができないし、また反米的な思想がある国においては欧米から買うといったことがそもそも選択肢として存在しません。そういった時にロシアと中国がそれぞれセールスをかけてくれれば、どっちの方がいいかなというのをかなり値踏みにすることもできたわけです。ところがロシアがこのようにして他の国々に対する販売力を失っているのであれば、
中国が積極的な売り込み攻勢を仕掛けてきたときに、これに応じる国というのもどうしても出てきてしまいます。こうした兵器をたくさん輸出する国というのは、兵器をたくさん売ることによって、そこから叩き出された売上、そして利益を元にして、さらに次の兵器を開発するという循環が進むことになります。たとえ一つ一つの兵器の値段が安かったとしても、量を大量に売れば、それに伴って売上総額は大きくなるのですから、中国製の兵器の販売力を馬鹿にしてはいけません。また、そのようにして量を常に売り続ける、そしてメンテナンスをし続けるといったことによってもたらされるのが、中国における製造ラインの確保と人員もまた同じく大きな規模を維持することができるというメリットがあります。なぜそれが重要かといえば、現在ロシアによるウクライナ侵略でも一つ注目されているポイントは、もうこのような国家総力戦のようなことは起きないだろうと思われていたにもかかわらず、ロシア対ウクライナの戦争はまさに国家の総力をかけての戦いへと発展し、大量に兵器類も弾薬類も生産、消耗し続けるといった状況に陥っています。これは明らかにこれからの戦闘はもっと小規模になるに違いないと考えられていた体制から見れば、かなり真逆の方向で、しっかりと数を揃えておかなければならないし、揃えた数も戦いの中で大量に失われ、これを補充し、もしくはもっともっと増やすような生産体制を整えておかなければならないという教訓を現在の戦闘はもたらしています。そして戦争が起こっていない時にそのような大規模な生産施設やもしくは人員を揃えておくというのは結構難しいものです。戦争が起きていない時というのは弾薬類の消耗は訓練などでしかやらないわけですから、大規模な生産施設や人員といったものはどうしてもお金が出るばかりで使うことのないような無駄な支出に見られがちなわけです。しかし兵器産業が発展し、世界中に多くの兵器類などを売るといったことが行われていれば、大規模な生産施設も大人数の作業員やもしくは開発人の確保も売り上げを元にして行えるわけですから、いざ大規模な戦闘が始まって凄まじい勢いで兵器や弾薬が消耗された時も全力で生産を一気にかけられるという利点をもたらすことができます。ですからロシアによる影響力が下がった、ロシアが多くの顧客を失って今後の兵器産業の未来を閉ざしてしまった、これからロシアの兵器産業は商売がしにくくなるなというのは、ロシアの国力の低下という面においては長期的にはかなり効いてくるわけですが、一方において気をつかなければならないのは、落ちる国があれば上がる国があり、その上がる国というのが中国というのであれば、日本にとっては脅威が高まるということを意味します。このような国際情勢を見ていれば、どこかで何かが起きたら、その影響がどこかで起き、それが日本へとまた関係してくるというこの関連性などについて見ておくのは非常に重要でしょう。現在のところ、中国は軍拡を進めて軍事予算を多く開発にも割いてきました。昔々であれば、ソ連時代において中国の兵器類というのはソ連製の兵器の劣化コピー品といったものが非常に多く、決して軍事技術は高いものではありませんでした。しかし、ソ連崩壊以後の中国は2000年代に入ってさらに経済力が大きく伸びたことにより、ロシア製兵器の劣化コピーといったものから少しずつ脱却を果たし、現在では多くの分野において独自技術でレベルアップを図り続けています。質が低くて数が多いだけだった中国軍から年月が経っていくごとに装備品の更新なども進められていくことから、質と量がともに危険なレベルで高まり続けているといったことは決して見逃せないのです。そしてそのような軍隊に対して生産設備が整うというのは非常に危険さを担保する話であり、日本は見逃してはいけないことなのです。というわけで今回の兵器産業についてのお話はここまでです。ロシアによるウクライナ侵略に伴ってロシアは自国産の兵器が大量に撃破されたことに世界的な影響力を徐々に失い、さらには顧客が他の国へと流れることによって自らの兵器産業の未来にも暗雲が垂れ込めている状況です。しかし離れていく顧客の中には欧米が取り込むことができる国はある程度の資金の余裕があるか、もしくはアメリカとの関係改善に伴って事情のあるような国にある程度限定されてしまいます。
それ以外の国々においては兵器体系を維持したまま旧ソ連国家とつながるか、もしくは中国の安売り攻勢に伴ってそのシェアが高まる危険性があるのです。そのことは決して日本の安全保障にとっても良いとは言えないでしょう。だからこそ国際情勢というのはどこかで起きたことが日本へと影響しないかをよくよく見ておく必要があるのです。というわけで今回の動画はここまで。最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録していない方はぜひともチャンネル登録していってください。そして動画を見終わったら評価ボタンのクリックとあなたの感想コメントをよろしくお願いします。また役に立ったなと思う方はぜひとも他の方にもお勧めしてください。またスーパーチャットも大歓迎です。それでは次の動画でまたお目にかかりましょう。またね。